こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回の動画は和歌山を南下しながら観光スポットやおしゃれカフェなどを巡る観光プランとなっています。白浜に本日宿泊するホテルがあるので、かなり車移動が多いプランになってますが、寄り道してでも行きたくなるスポットばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。白浜周辺の観光やアドベンチャーワールドのモデルプランは別動画で紹介しているので、ぜひそちらも見てみてください。それでは動画スタート。はい。おはようございます。今回は和歌山県にやってきました。で、朝一どこに来ましたかというと、和歌山城に来ております。森の中だね。和歌山城はね、日本の名城100選のうちの一つでございます。またです。100名城100名城。また来ちゃった。そう。いっぱいあんねん、100名城。100個あるからね。そう。で、これ見て分かる通り、石垣がさ、これ野面積みって言って。石垣マスター。石垣マスター。野面積みね。これこっちが打ち込みはぎね。わかる？ちょっとこのちゃんとしてるやん、こっちは。こっちもとりあえず置いたみたいな。そうで、和歌山城はこういういろんな石垣が見れるというところですね。あれ、こっちか。天守閣に向かいます。ユミ、杖借りれんで。ここからは階段が続くので杖を借りることができます。あ、でも結構さ、登らなあかんやん。そう、結構大変。どう、楽？変わんない。むしろなんか右手が疲れる。でも結構足場悪いな。天守閣に到着しました。実は和歌山城って別名なんとか城って、岡山城とか言ったらさ、烏城とかって言われてたんやんか。この見た目見て、真っ白ですよね。豆腐まさかの食べ物で例えてきたか。白鳥？あ、ちょっと惜しい。白亜城って呼ばれるらしいよ。でもう一個はトラフス城とも呼ばれるらしくて、このお城トラフス山っていうところに立ってるらしいよね。だからトラフス城とも呼ばれるみたいですね。実は豊臣秀吉の弟に、秀長って子がいるんだけど、その人に築城を命じた。じゃあ入っていきますか。暑い。頑張ろう。入場料は大人410円です。見て見て。ハート。ほんまや。ハート？意図したハートかな。結構ちゃんとしたハートじゃない？ここから天守閣登っていけるんじゃないかな。行こうか。あ、ちゃんと順路が決まってるやん。ぐるーって一周する感じか。まずは上に上がるっぽいね。城内には和歌山城にまつわるさまざまな展示がされています。おお。これ大阪湾？すごい。大天守閣からは和歌山の市街地を一望することができます。一周できるんや。出口、だいたいさっと回って20分から30分ぐらいかな。じっくり見て1時間くらい。いいね。でも朝やからさ、人も少なくて。ショップもあるので、和歌山城土産を買いたい方はこちらがおすすめです。
車で15分ほど移動して和歌山マリーナシティに向かいます。和歌山マリーナシティに来ました。ここはね、人工の島なんですよ、実は。人工なんだ。そう、和歌浦湾に浮かぶ人工の島です。で、このなんか優雅な音楽が流れてると思うんですけど、こちらがポルトヨーロッパっていうね、入場無料なんで後で行きましょう。で、我らがまずは行きたいのが黒潮市場でございます。はい、ポルトヨーロッパです。ヨーロッパの街並みを再現した異国情緒あふれるテーマパークです。入園は無料なんですけど、アトラクションに乗るならパスがあります。入園料無料なので散策してみようと思います。あ、楽しそうじゃん。あ、急流滑りちゃん。楽しそう。ハイダイブやって。まさかの今待ち時間ないんやけど。これ単品で乗れないのかな。乗り物チケット。乗り物チケットやって。ハイダイブ800円です。高いね。な。じゃあユミが乗るみたいなので。行ってくるね。水を浴びてきて。バイバイ。ユミが一人で急流滑りに行きました。髪をまとめて気合入ってます。俺も行きたかった。どんな感じやろね。びしょびしょや。気持ちよかった。あの中何があるの？ああ、俺も思ったわ。あんま言っちゃいけないかもしれない。めちゃくちゃチープなお化け屋敷だ。あ、そうなんや。チープなお化け屋敷やね。前に座ってたら、子供とお母さん。なんか降りた後に YouTube 嫌いなんですか？おー。話しかけられてさ、いや800円が高いから一人で乗りました。恥ずかしい。俺が苦手やと思われてることも恥ずかしいし。他にも乗り物や面白い施設がたくさんあるので、一日中こちらで楽しむこともできます。乗り物に乗らなくても写真映えする素敵なスポットもあるので、ぜひ散策してみてください。ポルトヨーロッパの散策を終え、お昼時になったので黒潮市場に来ました。海の匂い。海の匂い。海の匂いするな。めっちゃ海の匂い。わ、すごい。黒潮市場は和歌山マリーナシティ内にある市場で、日本各地から新鮮な魚介類が集まる海鮮市場です。海鮮だけでなく、梅干しや醤油、地酒など和歌山の特産品も並びます。進んでかぶる。いいやん。ちょっと横なら。1階はフードコートと物販コーナー、外には浜焼きバーベキュー、2階にはレストランがあります。私たちは浜焼きバーベキューでお昼ご飯を食べたいと思います。食材を購入する前に先に外のバーベキュー受付で受付を済ませます。席の利用料は0円です。先に受付ないな。よっしゃ。ちょっと受付後食材を買いに行きます。結構並んでます。下処理された様々な種類の海鮮が並んでいます。
気づくと大量に取ってしまうので買いすぎには注意です。じゃじゃーん。じゃーん。まさかの6000円いくらも買っちゃった。危険危険。で自分で好きにバーベキューができちゃいます。まあ割と開店直後だから人いないけど。すごいめっちゃ綺麗。すごい海辺。見えるかな。海を見ながら食べれます。めっちゃいい。夏って感じ。めちゃくちゃ美味しそう。うわー、なんか豪華だな。マグロの食べ比べセットを買いました。焼ける間にすごい大トロ、中トロ、赤身。そう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 。めっちゃいいじゃん。どうしよう。まず中トロからいこうかな。ああ。じゃんじうまっ。ゃん。うまい。本当に美味しいマグロ食べた。肝心の海鮮の方はというと、こんな感じで美味しそうに焼けました。ホッケは脂が乗ってるし、サザエは熱々で最高だし、たくさんの海鮮を食べることができて大満足でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あっという間に平らげちゃった。な、パンパン。結構お腹いっぱいや。いい感じ。いい感じやね。で、この後マグロの解体ショーありましたので行ってみようか。で、市場に戻るとマグロの解体ショーが開催されてました。黒潮市場では毎日こうしてマグロの解体ショーが行われます。大変長らくお待たせしました。それではね、ただいまよりマグロの解体ショーを始めたいと思います。今からさばくね、このマグロはですね、よいしょっと和歌山のね、串本大島で水揚げされました。これでね、魚体が40キロ、これでまあ4、5年ものなんですけども、マグロにしてはそんなに大きいことないですけども。水揚げされたばかりの新鮮で脂乗りがいい最高のマグロを目の前で解体し、その場でブロック、寿司や丼として販売されます。この解体ショーは平日は12時半、休日だと12時半と15時の2回開催されます。真ん中で割りまして、まず背中の方ですね。よいしょ。すげえプリンプリン。多くの人が並んでいたので私たちは購入を諦めましたが、ぜひさばきたてのマグロ皆さんも食べてみてください。黒潮市場のすぐ横にある紀ノ国フルーツ村に行ってみます。おお。あ、いい匂い。めっちゃいい匂い。地元和歌山の生産農家から届いた新鮮な果物や野菜をお安く買うことができます。この日はとっても暑かったので、フルーツ村の中にあったこのお店でみかんフローズンと桃フローズンを購入しました。めっちゃみかん。めっちゃみかん出た。オレンジじゃなくてみかんだわ。あ、みかんなのよ、ちゃんと甘い。甘いけど酸味もあって出た、ユミの好きな。好きです。ユミ酸味があれば何でもいいからな。桃は結構シャリシャリだ、氷。桃うわ、すごい今ね、食道が冷えてる。わかるわ、その感覚。体力も回復したところで次のスポットに向かいましょう。和歌山マリーナシティから車で10分、君井寺というスポットに来ました。駐車場は2カ所あり、階段下だと2時間300円、階段上だと700円となります。私たちは階段下に車を止めて300メートルほど移動して正面入り口に向かいます。君井寺に来ました。この目の前に見えるのが、国指定の重要文化財らしいです。あ、そうなんだ。大門ってこの赤いやつが。そう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 。この階段が231段あると。231段の石段があって、徒歩で登られる方は参拝料無料。ケーブルカーもあるらしい。はい、右側通行で行きます。
いやそんな200なんだなんてすぐやって。まあ意外とね。意外とすぐ。おお見て、閻魔大王みたいな人がいるで。いや閻魔大王。どこに書いてあるの？本当だ。ここほら閻魔大王。風神大神様。失礼します。どう？おお。ちょっと待って先が見えない。見えない。いやでもね、これを登ったら参拝料無料になる。そうだね。ケーブルカーで登ったらケーブルカープラス参拝料。もうこの1セットがさ100円に見えてくる。このそうやな。だって、ね、この1セット100円。そうやな。踊り場までが100円。そう。行きますか。お、すごいなんか湧き水みたい。そう、この君井寺ってさ、紀州にある3つの井戸があるお寺っていう意味で名付けられた。3つの井戸？3つの井戸。あ、井戸。そう、だから君井寺なんです。そのうちの一つがこの清浄水っていうやつで、他に陽流水と吉祥水っていう3つの井戸がこのお寺の中にある。よいしょ。はい。着いたよ。これをこっちに振り返るとってめっちゃ木だった。木が。ここにこんなソフトクリームとかずるいな。登り切った先では国指定重要文化財などの建造物を見ることができます。おー、いいやん。めっちゃいい景色。めちゃくちゃいい景色。これがね、若の浦っていうんよ。この景色。景色というか場所かな。絶景の方向若の浦っていうねんて。橋の方あるやんか。あっこがその潮の満ち引きでこう姿が変わっていくみたいな。そう。それですごい美しい景観っていうので日本遺産に指定されてるね。ここね、関西でも早咲きの桜って言われてて、これ季節観測用の近畿地方に開花宣言と基準となる桜だから、こいつを見て関西開花。関西全部なの？和歌山地方じゃなくて近畿地方で書いてるなこれ。そうだから春になると結構メディアの方がこう訪れたりするらしい。西国33所って知ってる？西国33所。この閻魔大王に選ばれた観音菩薩を祀る33の寺院を西国33所っていう、これを巡礼するっていうのがあるよね。でこう穏やかに送る充実した人生とその結果として極楽往生ができると信じられてるらしい。これをすることに。でこれの第2番の、札所、として喜斎山第2番なんだ。君井寺っていうところに帰りはケーブルカーに乗っていきたいと思います。もうすぐそこなんだけどね。でも乗りたいやん、せっかくやし。あ、下るボタンを押したら来るらしいよ。エレベーターシステム。すごい、エレベーターやん。じゃあ呼ぶね。あ、来た。おお。あ、でも涼しそうだよ。わーい、ケーブルカー貸し切り。あ、おい、涼しいじゃん。めっちゃ快適。しかもすごいな、自分たちでね、誰もいないからね。で下るって押すんだね。おお、いいやん。快適。
ちょっと涼しすぎて一生ここに乗っていきたい。ね。さっき僕らが登ってきた231段を200円で降ります。文明の利器すごいな。そう考えると1段1円やと。そうだね。下りや。暑い。暑い。ありがとうございました。ただいま戻りました。はい、だいぶ山を登ってきました。うん、だいぶ登ってきたわ。君寺から30分ぐらいかな、車で。見て、おにゃおにゃいる。あ、にゃだ。かわいいこのカフェなんか。ログハウスのドーシェル。にゃおにゃ。山の上にあるカフェね。にゃにゃは？にゃにゃ。あ。素敵なカフェ。国産小麦をベースにしたパンが販売されています。どれもめちゃめちゃ美味しそうですよね。イートインスペースが充実していて、店内の雰囲気に加え、この山の景色が最高です。パンの他にもランチプレートやピザなどが食べれます。アンフランス？アンフランス。フランスパンの中にあんバターが入ってるの、めっちゃあん。で、これが塩パン。プレートもあったけど、ちょっとさっきご飯食べたばっかりだし、パンにしてみた。カフェオレと梅シロップ、自家製梅シロップ。疲労回復。結構酸っぱい。うん。あ、酸っぱい系。めっちゃ酸っぱい。あ、そうなん。すごい疲労。なんか甘いんじゃないんや。甘いけど、ほんってなる。見て。あん。バリあんこ入ってる。おいしい。口の周りめちゃくちゃ粉ついてる。美味しいじゃん。うん、すごい美味しい。小麦。うん、めっちゃ小麦。うん。ごちそうさまでした。パンも美味しい。めっちゃなんかまったりできた。さっきのカフェからだいたい25分ぐらいかな、うん、運転しておいし高原というところに来ました。うん、おいし高原。おいしいおいしい高原。おいしい高原じゃないです。食べれないです。ソフトクリームとか売って違うるのかな。違う違う違う。グルメじゃないね。生きる石って書いておいし高原です、ね。景色がいいんですよ、ここの高原は。結構登ってきたもんな。うん。すごいやん。すごい。なるほどね。おいし高原に来たらぜひやりたいのがこちらの日焼け石を使った写真撮影。このような映える写真が撮れるということで人気です。日本とは思えないような絶景の写真が撮れます。この日はね、天気も良くてさらに素敵な写真が撮れました。展望台展望台。よいしょ。おー、いいやん。和歌山の景色が。ちょっとした展望台もあって360度広大な景色が楽しめます。この大石高原、特に人気なのが秋で、一面にススキの穂波ができる関西随一のすすぎの原で有名です。天神崎
に来ました。ここはウユニ塩湖みたいこれでもさ、波があるからさそう無理だと思うんだけど。な。波がない日がいいらしいよ、ねやっぱり。これは厳しそうやな。絶対無理だと思う。引き潮時で潮位がどう140からあ確かに150ミリ程度になる時間にいい感じ訪れると海水にシルエットが反射しウユニ塩湖のような景色になるみたいです。え？いろいろ試してみた結果、水たまりで撮るといい感じに撮れることが分かりました。どうでしょうか。結構いい感じに撮れたんじゃないかと思います。はい、ということで、かなり今日は運転しましたけど、最後はウユニ塩湖って感じと言われてるとこに来ましたが、正直ここじゃなくても多分撮れる。いや、俺らの撮り方はそうなだけで、ちゃんと水に濡れていい靴でちゃんと奥まで行って、その上風がなければ多分綺麗に撮れると思うな。ちょっと今日あれなんだよね、台風が来てるから。そう風が強くてな。だからちょっと波も高めしっかりと濡れてもいい靴で皆さん挑戦してみてください。僕らは出来前でした。はい。では。じゃあ以上、岡山編でした。